本大河のオールナイトニッポン。こんばんは、セミです。嘘つけ。最初から嘘つけ。令和3年の夏が始まろうとしています。いやー、それにしても、皆さんは、エアコンっていうのはこう何度に設定していますか？それぞれだな。僕はね、ちょっとこれ言っていいのかな？何まずいの？あれ？エアコンの設定温度って大丈夫でしたっけ？大丈夫だろ。大丈夫だろ。誰にも。事務所的には。大丈夫だよ。ラジオ的にも。大丈夫だよ。すべて大丈夫だよ。ちょっとやめときます。ちょっと。やめなくていいよ。これを発言してしまうと。大丈夫だよ。世の中的にもちょっとね。大丈夫だよ。ほんとコンプライアンスとか本当に厳しいですし。まあどちらかというとそういうの大切にしてる。大丈夫。これで叩かれないから。ラジオ、パーソナリティなので。大丈夫だって。まあ俺は大丈夫だ。ところで皆さん、まあ入道雲っていうのは見たことありますか？何の話してんの？いや、夏といえばね、まあ入道雲。まあこれは結構見かけることもあるんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、おっきいですよね、入道雲って。なんだその話。もう、なんというか、まあ、どうやったらあんなに大きく雲が成長していくのかっていうのを。別にあれ、何か食べたわけちょっと皆さんね、ご存知でしょうかね。まあ実はですね、まあ入道雲。まあこれは言っちゃっていいかな。これ言っちゃっていいよね。大丈夫だ。入道雲も大丈夫。これ確認取れてる？大丈夫。いらない確認。そうか、じゃあまあ言っちゃおうか。まあ入道雲なんですけど、ソニー的にも大丈夫だよね。大丈夫だろ。大丈夫だろ、別に。ABEX 的にはどう？関係ないよ。それスノーマンの方。スノーマンか。スノーマンの方には何も関係ない。まあ、入道雲なんですけど、まああれ実は、俺なんですよ。何の話してんの？どういうこと？まあね、こう、もくもくこう広がっていって、どういうこと入道雲大きくなって、まあもくもくハンモックに揺られちゃったりしてね。は？まあハンモックにこう、雲がもくもく揺られて、まあ時には揺られすぎてちょっとちっちゃい雲がポトンと落ちちゃったりとかして。でもそれをちょっとこうね、一人の少年が、こう公園でこうやって歩いてたら、その落ちちゃったちっちゃい雲を見つけて、あれこれ綿あめなんじゃないかなんて言って。綿あめが落ちてるわと思って食べたら雲だから味もしなくて。あれなんか、綿あめよりもなんか溶ける感じというか、透明度というか、なんか、そういう感じじゃないからね。全然違うなーなんて子供も思いながら、こうハンモックに乗ってるものを見たら、まあ、大きな入道雲がハンモックの上にいて、まあもちろんそれが僕なので、まあ少年は何しに来たのなんて言って。ご存知のみたいに言ってるけど。でもそしたら少年が、僕も雲になりたいなんて言い出して。雲と喋ってる。雲になりたい。雲と喋ってる。申し訳ないけど、まあ俺もね、まあ雲になりたくてなったわけじゃないし、そんな簡単な世界じゃないんだよっていう話なんかもして。まあだけどまあ少年が、いやそれでも俺は雲になりたい。長いって雲なの。すべて捨ててでも雲になってみたいなんて言うもんだから。まあ恒例の儀式を始めまして、まあこれが大変。唐辛子を3000キロ食べきるという。まあそれで、まあ少年も頑張って。もうでも一度決めたんだからっていうことで、その子がもう嫌がっても無理やり、もう絶対3000キロ食べなきゃダメだよ一回始めたらっていうことで。そしたらその子頑張って。食べきって。無理やりこう。そしたらムクムクなってって。ムクムクって言ってたよ。でもね、やっぱね、僕が食べた唐辛子よりもちょっと悪質な唐辛子を食べちゃったから、ダークサイドに落ちちゃったりして、その少年が。ね、長いよ、その嘘話。ダーク入道雲になっちゃって。これはまずいぞと。雲なのに真っ黒じゃないかっつって。これはもしかして真っ黒クロスケなんじゃないかなんて話になって。これはもう、隣のトトロに出ちゃった方がいいんじゃないかなんて話になって、こうジブリのスタジオに行って、その少年を俺が連れてって、この黒い入道雲なんですけど、これをこう小分けしてったら、こうね、真っ黒クロスケに、真っ黒クロスケ役として出せるんじゃないですかなんて話もしたんですけども、こんな話されると思ってないから。今週のトマトニュース。入り方やばくない？まあトマトは、まあ虫に食べられそうになると、同じ茎に実るトマトに電気信号を送ることが判明したそうです。これだけちゃんとしてんだよな、ニュースだけ。ブラジルにあるペロタス国立大学の研究チームの発表によると、果実は最も重要な情報を他の果実に共有できるということから、トマトに24時間害虫を近づけてみたところ、
最も遠くに実るトマトにまで防御反応を伝える結果が出たそうです。すごいですね。ちゃんとしてるこれつまりはトマトは意志を持っていて、それを他のトマトにも伝えることができると。何を今更ね、言ったことでしょうかということです。トマトはね、いつだって喋っています。僕にもね、いつも食べる前に聞こえてくるんです。トマトの声が。おい、俺を食べるなら美味しく食べやがれ。チーズとバジルとオリーブオイルであえてカプレーゼにして食え。せん顔なしじゃん。お、やめろ。丸かじりするな。トマトじゃないじゃんカプレーゼにしろ。やめろ。俺を塩で食べるな。なんてね、今、せんって言ってたよね、途中。もうトマトじゃないじゃん。トマトは喋るんです。トマトじゃなかったよ、今。さあ、夏なんで歌いたいと思います。は別にいつでも歌えよ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。クリスマスじゃなあいかななたの元へ飛んで行きたい。言葉にならない思いを紡いで、トナカイの後ろであなたの元へ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。言葉をなくしてしまうほどの作詞してるあなたの元へ飛んでう行まいなアレンジが。くよ。いつまでもサンタは子供の味方。うめえなおい、うめえなということで、ということじゃないよ。お送りしてきた京本大河のオあこれールナイで終わるのトニッポン。ここでお別れの時間となっております。ここで終わんの今披露した曲はですね、ジングルベルをモチーフにして、自分で、分かったよ即興で作らせていただいたんですけれども、初めて聞いたからねこの曲をですね、ぜひ、この日本放送のテーマソングとして無理だよ使っていただきたいななんて思っております。放送はこの後、トンボが喋るという。誰がトンボだよ。誰がトンボだよ。トンボが喋るって楽しみですよね。トンボ喋らないよ。本当にね、細いトンボが喋るんでしょうね。トンボ喋らないってここまでのお相手は、京本大河そのものでした。知ってるよ。